はい、こんにちは。松本幸宏です。今日はですね、Ruby 会議2020、テイクアウト、テイクアウトだよね。テイクアウトに、皆さんようこそいらっしゃいました。の、キーノートスピーカーの松本です。はい、ごめん、間違えた。松本行くはずだったんですけどね。残念ながら、コロナのせいでですね、みんなが集まるとか、一箇所に集まるとかできないのは残念ですね。私は普段島根にいるので、そういう意味で言うとね、遠くまで移動しなくて済むっていうのはすごくありがたいんですけれども、そうは言ってもね、やっぱり皆さんと直接交流できる機会は非常に貴重だったんですが、しょうがないですよね。はい。で、今日はですね、Ruby3 Beyond というタイトルで、お話をしようと思います。Ruby3 なんですけれども、そうですね、もう4、5年ぐらいですね、もうすぐ Ruby3 が出るよと、Ruby3 でこんなことをっていうようなキーノートをですね、し続けてきたんですけれども、とうとう今年ですね、2020年の12月25日にリリース予定です。えーオリンピックの年に出すって最初言ったんで、オリンピック延期になりましたよね。ので、来年にしたらどうかみたいな意見もあったんですが、正直オリンピックはあんま関係ないんで、えーまあ、今までの最初からの予定通りですね、12月25日に出そうということになっています。予定なので、これから先ですね、なんかとんでもないトラブルが起きたらですね、もしかしたら来年とかいうこともあるかもしれませんけど、多分12月25日は出せるんじゃないかなというふうに思います。皆さんのですね、私、最近旗振ってるだけなんで、皆さんがですね、Ruby コミュニティの皆さんがですね、コアコミッターたちがですね、一生懸命開発してくれた成果がですね、とうとう皆さんのところに、3.0というラベルとともにですね、お届けできるということは、素晴らしいことだなと思います。はい。で、私はですね、もともとそのプログラミング言語のデザインに非常に興味があったので、自分でデザインして自分で作ってってずっとやってきたんですが、こういうその言語をデザインするっていうのはですね、本当大変なんですよね。で、多分ですけど、皆さんが言語を作るってこんなことかなって思うことよりも、まだもっと難しいっていう感じなんですね。で、いろいろいろんな、なんですね、絡み合ってくるので、で、そうするとですね、あちらを立てればこちらを立てるみたいなことにしょっちゅう起きるんですよね。で、我々はオープンソースソフトウェアなので、Ruby っていう言語は、そのオープンソースソフトウェアの処理系によって、ね、成立しているので、そうするとですね、オープンソースソフトウェアはですね、何度も言ってることなんですけど、止まることができないんですね。で、進化し続けないといけない。なぜかっていうと、どんどん新しい面白いことが起きるから、そのコミュニティに人が集まって、でコミュニティに人が集まるから、その Ruby という言語だけではなくて、周りのジェムであるとか、フレームワークであるとかが成長していくっていうのがあるので、で、みんなどんどんなんていうの、招待するためにもですね、どんどん新しくなっていかなくちゃいけないんですね。で、それをしないでですね、進行をやめてしまうとですね、なんか、最近あんまり面白いことないし、じゃあ、Python に行こうかなとかですね、そういうことになってしまうんですね。ので、我々はですね、ずっと前に進み続けなければならない宿命にあるんですね。前に進み続けよう、言語を進化させようっていう気持ちはですね、デザイナーすごく強いんですね。Ruby のデザイナーは私ですし、その他の言語もそれぞれ、プログラミング言語のデザイナーがいて、で、そのデザイナーがコミュニティをリードしてるわけですけども、そうするとですね、調子に乗りがちなんですよね。勢い余るみたいな感じで。で、いろんな言語で過去にですね、進化し続けようっていうふうなことについてですね、失敗というほどではないんだけれども、対立が起きたことがですね、あるんですね。例えば、Ruby のバージョン1.8までと Ruby1.9 の間には、互換性において非常に大きなギャップがありました。ので、Ruby に1.8で動いていたアプリケーションを Ruby1.9 で動かすためにはですね、何箇所かの点で、特に文字列の扱いの点で、こう、書き換えないといけない。ポーティングが必要だったんですね。で、そうすると、今
今までのアプリケーション、それなりの大きさがあるアプリケーションをわざわざ書き換えたくはないので、で、そうすると、いつまでもですね、1.8を使い続けたいっていう人がいるのは当然で、で、Ruby 1.9が出てからですね、その Ruby 出てから後も、その Ruby 1.8を使い続ける人たちがたくさんいて、で、コミュニティ全体がですね、Ruby 1.9、あるいはその次の2.0とかにですね、移行できるまでにですね、だいたい5年から7年ぐらいかかったんですよ。その間、コミュニティは大体その、大きく分けると分割は1.8派とですね、1.9派、あるいは2.0派ってですね、2つに分かれてしまってですね、で、コアコミッターたちはその新しいバージョン、1.9、2.0、2.1ってどんどん開発しているのに、その新しい機能であるとか、性能の改善とかですね、そういうようなことは、その古いバージョンを使い続ける人には届かなかったんですね。そういうコミュニティの断絶みたいなことが起きたことが、Ruby コミュニティも過去にあります。で、同じようなことは Python コミュニティでもあって、Python では Python2 と Python3 の間に大きなギャップがあって、で、Python3 の人たちはですね、新しい機能をどんどん進めていくんだけど、Python2 を使い続ける人も一定数いて、で、今年、ようやっと Python2 がですね、Python2 がエンドオブライフということで、今後は Python3 を使いましょうっていうことになって、コミュニティ全体としてもですね、ほぼ Python3 に移行できるっていうふうになったんですけれども、それまでですね、何年 ?15 年以上かかったんですね。15年の間、コミュニティの間に分断みたいなのがあったっていうことですね。大変。で、もっとダメージが大きかったのは PHP のコミュニティで、PHP のコミュニティは PHP5 の後にですね、で、すごい、なんですかね、挑戦的な PHP6 っていうのを作ったんですけれども、で、ユニコードの扱いであるとか、クラスの扱いであるとかに対して、多分挑戦的すぎたんですよね。で、誰もわざわざ PHP5 で動いている PHP アプリケーションをPHP6 にポーティングしなくちゃいけないのは嫌だっていうことで、PHP6 のプロジェクトそのものがキャンセルになってしまったんですね。で、新たに PHP7 が始まり、もうすぐ PHP8 が出るって話ですけれども、6はですから、欠番になってしまったんですね。で、似たようなことは ECMAScript、JavaScript の ECMA 版ですね、にもあってですね、ECMAScript4 は、なんですね、いろいろクラスであるとか、JavaScript プロトタイプ言語だって言われているのにクラスを導入しましょうとかね、いろいろ大胆な追加をしていったらですね、やっぱりみんなついてこなくてですね。で、ECMAScript4 もキャンセルになって、で、4はやめて5から、で、ECMAScript3 から派生したバージョンに ECMAScript5 という名前をつけて新しい規格にしましょう。で、5には一部、その ECMAScript4 で定義された機能が取り込まれたんですけれども、ドラスティックな変化はしないっていうことで、今の最新の ECMAScript のなんていうの規格の中にはですね、ECMAScript4 で定義されて、提案されたようなものもたくさん入っているんですけれども、いずれにしてもですね、いっぺんに大きなジャンプをすると、コミュニティがついてこれないみたいなことがあるんですね。で、そういう過去の経験も踏まえて考えると、その未来に向かって進みたいし、歩みを止めてはいけないんだけど、一方ですね、その Ruby そのものは安定的である必要があると。で、互換性っていうのは非常に重要であるということが分かってきたんですね。で、これは結構な矛盾で、前に進み続けないといけないんだけど、で、一方ですね、安定性も重視しなくちゃいけないっていう、なんですかね、コロナの状態にあって、感染を予防しないといけないんだけど、経済も止めてはいけないみたいな、矛盾みたいなのと似てるかもしれませんけれども、こういうその対立することがあるのですね、言語デザインって本当大変だなというふうに思うんですね。ただ、我々はいずれにしてもですね、何らかの変化、何らかの進化をですね、しなければならなくて、で、前に進み続ける必要があるんですね。で、それはですね、Ruby という言語の未来を作るためで、Ruby の未来を作るのをやめるとですね、Ruby 未来がなくなってしまうので、で、コアコミッターたちは路頭に迷うかもしれないし、皆さんのアプリケーションは次のバージョンからはJavaScript で書くとかですね、あるいは何でもいいんですけど、API サーバーを Go で書くとかですね、そういうことになってしまうんですね。せっかく投資した Ruby に対する投資が無駄になってしまいかねないというので。で、そういう未来は、我々にとって欲しくない、望ましくない、特に私にとって望ましくないので、で、そうするとですね、そういう未来、明るい未来を作るためにですね、Ruby3 というのを今まで頑張って作業しているんですね。で、ここでの大きな原則は、さっきも言った通り、その互換性を大事にすると
で、一方ですね、互換性を大事にしながら、Ruby という言語をですね、グレートにすると。で、確かにグレートにするというですね。で、基本的にはですね、やっぱり性能の改善とその生産性の改善というところが重要視されてですね。で、そのためにはですね、Ruby3 は高速でなければならないし、それからマルチコア時代なので、コンカレンシーを実現しないといけない。それからより正しいプログラムを書くことを支援しなくちゃいけないというふうに考えています。で、速い Ruby に関してはですね、やっぱり目玉になるのはその実装機能だと思います。で、もちろんその、Ruby、最近の Ruby はですね、例えばガーベージコレクター GC の改善とかによってもパフォーマンスは改善してるんですけれども、一番目玉としてですね、パフォーマンスを改善できそうなものとしては、JIT コンパイラーかなというふうに思います。で、JIT コンパイラーは2.4から入ってるんですけれども、で、ジャスティングタイムコンパイラーですね。で、動的に実行時に、ネイティブコードを生成することによって、こう高速性を実現しようというアプローチになります。で、現在はですね、2.4 以降の Ruby には MJIT っていう名前の JIT コンパイラーが採用されています。で、この MJIT のおかげですね、ある種のベンチマークにおいては Ruby2.0 と比較して3倍の高速化するっていうことを達成しようできている、大体できているぐらいになってます。がですね、残念ながらそのありとあらゆるベンチマークが3倍とかいうことにはさすがにならなくてですね、さらに言うとですね、皆さんお聞き及びかもしれませんけれども、Rails アプリケーションは早くならないと。えいや、JIT 2.4以来ですね、JIT コンパイラーも随分特に国分さんの努力のおかげですね、随分改善されていて、で、Rails アプリケーションを実行しても、遅くならないぐらいまでは行ったんですけど、まだ高速化と到達してないですらしいですね。で、でも、改善しつつあるので、もうちょっといけるかなというふうに思います。はい。もう一つはコンカレンシーですよね。で、最近のコンピューターは、マルチコアっていう形でたくさんのコアがあるのが普通になってきました。まなんですか、ライゼンスレッドリッパーとかだとですね、普通の人が買える、ちょっとお高いにしても、普通の人が買えないことはない値段で、64コア128スレッドみたいな CPU がですね、買えるようになってきました。で、そうするとですね、そういうたくさんあるコアをいかに活用するかっていうのが鍵になってくるようになってきました。で、Ruby を最初に作った1990年代には、その一つのコンピューター一つのコアしかないのが当たり前だったんですよね。なんだけど、その現代においては、マルチコアの方が当たり前なので、マルチコア使えないっていうのは結構厳しいですね。ところが、こRuby のバーチャルマシン全体をそのスレッドセーフにするのはとても難しいので、で、そういう意味でですね、現在の Ruby のスレッドはですね、同時には1コアしか使わないっていう仕様になってます。これは安全性のためなんですけども、で、多分この安全性のためのロックですね、グローバルインタープリタロック、ギルってよく言いますけども、でギルを外すと、多分すぐクラッシュしちゃうんですよね。で、これに対処するためにですね、Ruby3 ではですね、2つの、アイディアを導入します。1つはですね、非同期の IO ファイバーと、それから、もう1つはラクターというアイディアです。で、非同期の IO ファイバーっていうのはですね、IO がボトルネックになっているようなタスクのために、作られた機能です。で、最近の言語ではですね、アシンクアウェイト、Python とか JavaScript とかですね、アシンクアウェイトっていうキーワードを入れて、C シャープもそうですね、入れて、平行性を実現するっていうことをしています。例えば Node.js の場合だと、一番最初の Node.js はその全ての IO に対してコールバックを呼ぶ。この IO が終わったらその結果をつけてコールバックを呼ぶっていう風なスタイルになってましたが、安易にですね、コールバックのネストが非常に深くなってですね、コールバックヘルみたいなことを言われるようになりました。で、そこでですね、JavaScript の人たちはですね、プロミス、実行が終わったら、ここに結果が入るよっていう風な、データ構造を使ってですね、処理のチェーンを作ることができるようになってきました。で、さらにもっと最近のモダンな JavaScript では、アシンクアウェイトっていうキーワードを使うことによって、プロミスを直接触らなくてもですね、普通に直列にプログラムを書いたように見えるけど、実際には中でコンテキストスイッチして IO の立ち行化を行うということができるようになってきました。
で、Ruby の方ではですね、Ruby2 では基本的に IO はブロッキングだったので、一つのスレッドを活用す一つのスレッド、ブロッキング IO っていうのをあだったんですけども、Ruby3 においてはですね、非同期の IO をファイバーを使って実現しようというふうに思います。ので、アシンクアウェイトキーワードの代わりにファイバーを使うので、我々は関数の前にアシンクってつけたりとかですね、非同期になるメソッドの呼び出しの前にアウェイトってつけたりとかですね、そういうことしなくてもいいっていうことになっています。よりスムーズな移行ができるっていうですね。で、IO オペレーションにおいては、コンテキストの切り替えが起きる。で、それによって IO の多重化ができます。IO の多重化はマルチコアを生かすことはできないんですが、IO ヘビーなプログラムにおいては、IO 多重化において非常に性能が出ることが知られています。例えば、Node.js は原則的に、シングルスレッドで動いているんですが、Node.js は、たくさんのトラフィックをさばくことができるサーバーとして動くことができるっていうことが知られていますが、それはその IO の多重化によって実現されていますね。はい。で、これだけだとマルチコア活用できないので、マルチコア活用するためのアイデアとして、我々が新しく導入したアイデアが、ラクターですね。なんか昔ギルドって言われたやつのと同じ概念なんですけど、で、多分ね、笹田君の方からラクターについては詳細が発表されると思うんで、私は概要だけ話しますが、ラクターっていうのはですね、Ruby アクターから作られた造語ですね。で、CPU がボトルネックになるようなタスクを、改善するためのエンティティです。で、ラクターっていうのは基本的にですね、分離されたオブジェクトスペースになります。で、チャンネルを通じたコミュニケーションを行うと。で、状態の共有がないっていうのが非常に重要なところで、で、えーRuby のスレッドとかで一番問題になるのは、その複数のスレッドが同じものをアクセスしに行ったときに、おかしなことが起きないように保証しなくちゃいけないっていうね。特にその Ruby の場合は、原則的にそのクラッシュするのは Ruby のバグであるっていう原則で私開発しているので、そうするとですね、でもスレッドプログラムを書くとですね、すぐクラッシュするんですね。データゴールの不正が起きやすいので。で、それを避けるためにですね、そのラクターの間で、その状態を共有することをやめようっていうのが基本的な原則になります。で、ラクター間で共有できるデータっていうのは限りがありまして、以下の3種類になります。で、一つはですね、イミュータブルなオブジェクトです。例えば数値、整数であるとか、不動小数数であるとか、これはもともとですね、イミュータブルなので、共有できます。それからシンボルもそうですね。で、文字列は、フローズンなものについては、つまりもう書き換えることができない状態にしたものに関しては、ラクターを超えて受け渡しをすることができますが、普通の文字列とかですね、その他普通のオブジェクトとかは共有することはできません。はい。で、それからですね、これが1番目ですね。で、2番目はそのディープリーフローズンのオブジェクト。フローズンなオブジェクトは書き換えることができないんですが、普通、今までの Ruby でフローズンって言ったオブジェクトっていうのは、そのオブジェクトから刺されているものは、別に普通に普通のオブジェクトである可能性が高いんですね。そうすると、その刺されてる先が状態が変わってもダメなので、で、その再帰的にそのオブジェクトから参照されているものすべてが全部フリーズされているものを新しい概念としてディープリーフローズンっていう風な状態だというふうに定義します。で、このディープリーフローズンなオブジェクトはそのラクターを超えて、受け渡しをすることができるようになります。書き換え不可能になったものだけ渡せるってことですね。で、最後はですね、クラスとモジュールになります。Ruby のラクターを超えてもですね、同じクラスや同じモジュールを参照することができますが、クラスとモジュールはですね、Ruby ではイミュータブルじゃないんですね。書き換えられちゃうんですよ。オープンクラスとかあるので。ラクターを超えてですね、クラスやモジュールをアクセスするときには、ロックを使ってアクセスすることになります。ので、クラスのアクセスに関してだけはですね、若干遅くなるっていうふうに思っててください。はい、ので、そうやって状態の共有がないので、競合、レースコンディションが起きないので、グローバルインタープリターロックはラクター間にはないです。ラクターごとにグローバルインタープリターロックはあるので、ラクターの中でスレッド複数動かせば、やっぱギルは動いちゃうんですけど、ラクター間ではそのロックはないということですね。これによってそのマルチコアを活用することができて、よりコンカレントな Ruby を作ることができるというふうになっています。で、
最後はですね、より正しい Ruby を書きたいというので、エラーチェックを厳密にできるようにしたいということで、スタティックタイプチェックを導入します。といってもですね、まあ、例えばタイプスクリプトみたいに、その静的な型の別言語を作るとかですね、そういうようなアプローチは取らなくてですね、で、この3つ、今から挙げるですね、この3つをですね、導入することによって、スタティック型チェック、静的型チェックを導入しようと思います。まあでもこの辺、去年も話したよね。で、RBS、名前ちょっと変わったんですけども、RBS っていうのは Ruby シグネチャーの略ですね。で、TypeScript の D.TS に当たるようなものですね。で、Ruby っぽいんだけど、Ruby とは違う文法のこんな感じで書きます。はい。で、Ruby3 はですね、Core ライブラリーのこう型を表現したですね、RBS を同梱する予定になっています。で、それを使って、タイプチェックが動いたりとかですね、あるいはその ID がですね、Ruby の標準ライブラリの型が分かっているので、で、例えば、コード保管はですね、もっとよくできたりとかですね、あるいはタイプシグニチャーをポップアップさせたりとか、ドキュメントポップアップさせるみたいにタイプシグニチャーをポップアップさせたりとか、いうようなことができるようになるといいなというふうに思っています。素材の提供っていう感じですね。で、さらにですね、Ruby3 ではタイププロファイラーも同梱します。で、タイププロファイラーっていうのは、簡単なですね、タイプチェックを行います。それから、そのアートのアプリケーションのその RBS を生成してくれる助けをします。で、アブストラクトインタープリケーション、抽象解釈っていう技術を使って実行します。例えばですね、非常につまんない例なんですが、こういう Ruby のプログラムがあったとすると、で、a.new.foo で、foo メソッドは15を引数にして呼ばれるということが分かるので、そうすると foo メソッド、上の定義の方の foo メソッドで a は整数だなということが分かるわけですね。で、a プラス2というので、そうすると整数にプラスメソッドがあるので、ちゃんとプラスメソッド呼んでるねって、で、プラスメソッドは同じ整数を受けるので、型も合ってるなっていうことが分かるわけですね。そしてその戻り値から B の型は整数だなっていうふうに分かるわけですね。リターン B ってやってることから、B の型と同じものが戻り値になるというので、いうようなことが分かると。そうすると、引数の型であるとか、戻り値の型であるとかを、これによって解釈することができるというんですね。そうすると、この抽象解釈によって、このような RBS、クラス風には風というメソッドがあって、整数を受けて整数を返すよっていうふうなことがですね、分かったので、RBS を生成できるという。で、すべてのパターンがちゃんとうまくいくかってなかなかうまくいかなくてですね、例えばそのポリモルフィックな場合であるとか、あるいはそのパラメータライズド型、コンテナっていうんですかね、配列みたいなやつは、配列の要素の型みたいなものまでなかなか推論できないことが多いんですね。そういう場合は、この生成された RBS を手で編集して、で、提供するという形になるんじゃないかなというふうに思います。このようなですね、改善、大きなものとしてですね、さっきも言ったけど、性能の改善、それからコンカレンシーの改善、それから型ですね、についてが大きな柱になっているんですけれども、それ以外にもですね、いろんな新しい文法とかも導入しました。細々としたやつですね。例えば、パターンマッチングであるとか、右代入であるとか、ナンバードブロックパラメータというものを導入しました。パターンマッチングもう2.7から入ってるんですけども、こんな感じですね。JSON で読み込んできて、そのパターンにマッチするやつを取ってくるという感じです。で、右代入はこれじゃなかった。こんな感じのこんな感じの文があって、メソッドチェーン結構 Ruby で書くようになってきたんですね。で、ドットつけて次の行にまでまたがって書けるみたいになってきたわけですけれども、で、1から100の範囲にマップして、で、ソートして、リバースして、5つ取るっていう風なとこまで思考が流れてきて、こういう処理をしてきて、じゃあ、この取ってきた値を変数に入れて取っておきたいなって思うとですね、そうすると一番前に戻ってトップ5イコールとか書かないといけなくなるんですよ。で、これちょっと思考の流れと記述の流れに対してちょっと自然じゃなくなるんですね。これ嫌だったので、こんな感じでですね、マップしてソートしてリバースしてテイク5して、でそれをトップ5に代入するっていうのを書けるようにしたいなっていうふうにして、現状
こういう新しい文法をね、入れました。ちょっとですね、このイコールダイナリがですね、ハッシュのあれと記号と同じなので、若干混乱する人も出るかもしれませんが、文法的にはコンフリクトないので、区別つきます。ちゃんと書けば大丈夫。はい。それからですね、マップ書くときにですね、1、2、3のマップって書いたときにですね、いちいちバーで X とか書くのめんどくさいなっていう時も、特にですね、式が簡単な時にはあるので、こうやって、ブロックの1番を取りましたみたいなことが書けるようになりました。はい。で、こんな感じでですね、Ruby3、今年の12月に予定通り出るはずなんですが、で、出したらね、もうこれで終わりかっていうと、そうはいかないわけですよね。さっきも言いましたけど、我々は前に進み続けないといけないので、そうするとね、この先はやっぱりコミュニティのリーダーとかですね、言語デザイナーとしては考え続けないといけないわけですね。で、私が今何を考えているかっていうと、これ以上文法的に大きな変化はあんまりないだろうなというふうに思ってます。一応ですね、なんだっけ、あの、ストラクトみたいな、小さな提案はありますけど、いずれにしても今までと互換性を壊すような大きな変更っていうのはもうないんじゃないかなというふうに思ってます。で、安定性って非常に大事なので、Ruby 3.0が出た後、Ruby 3.x の期間で、力を入れたいなと思っているのは、このサポーティングツール、その支援ツールみたいなものですね、注意したいなと思います。注力したいなと、あるいは支援していきたいなというふうに思ってます。で現在でもですね、例えば、ランゲージプロトコルサーバーとしてのソーラーグラフとかですね、それから型チェッカーとしてのソルベとかですね、あるいはそのコードチェッカーとしてのルボコップみたいなツールがあって、で皆さんそれぞれ非常に便利に使ってらっしゃると思いますし、本当に素晴らしいと思いますが、このようなツールがですね、もっと充実することによって、より良いツールがよりたくさんあることによって、Ruby 言語のユーザーエクスペリエンスみたいなものがですね、もっと良くなるんじゃないかなというふうなことを期待しています。で、多分ですね、我々はもっとたくさんのツールの支援によってですね、もっと生産性を、言語そのものを変えなくてもですね、もっと生産性を高めることができるんじゃないかなというふうに思いますので、タイプチェッカー、ソルベだいぶいい線いってますけれども、それとかですね、あるいはフォーマッター、それからランゲージサーバープロトコルのサーバーであるとか、それからパフォーマンスチューニング、デバッギングとかですね、そういうところのツールを充実させていくことによって、Ruby 言語の、生産性をですね、もっと上げていくことができるんじゃないかなというふうに考えています。で、3.x 世代はですね、言語そのものはそんなに変わらなくても、その Ruby っていう Ruby プログラマーの生産性がどんどん上がるっていうことですね、目指していきたいなというふうに思っています。で、もう一つはですね、やっぱ高速化ですね。で、実装によって高速化したって言ってもですね、3倍速くなるって言って、あるベンチのベンチマークで3倍になったって、一応公約は達成したような気がするんですが、正直あんまり満足できる出来ではないんですよね。で、そこをなんとかしたいというふうに思います。今考えているのはですね、マルチレイヤー JIT ですね。で、MJIT っていうのは、中でその C コンパイルを起動したりとか結構ヘビーなことをしてるんですけども、で、もっとライトウェイトな JIT を使うことによって、で、JIT の合計をですね、よりよく被ることができるんじゃないかなというふうに思います。例えば、Chrome に入っている V8 であるとか、あるいは、Firefox に入っている、名前忘れちゃった、JavaScript のバーチャルマシンとかですね、もうやっぱりそのマルチレイヤーの JIT を持ってるんですね。で、頻繁に使われる、メソッドはその VM で、最もボトルネックになっているものはもっと最適化した、ジットコンパイラーでっていうふうなことを、マルチレイヤーになっているのを考えるんですね。我々がマルチレイヤーにするのもですね、結構重要なことではないかなというふうに思います。はい。で、有望そうなアプローチとしてはですね、ミールっていうものがあります。これはですね、MJIT を一番最初に書いてくれた、そのブランディ・ミル・マカラフさんがですね、今やっているプロジェクトなんですけれども、で、あるいはですね、ルアジットのバックエンドの DINASM っていうものも、有力な候補でありますが、多分ミールの方がいいんじゃない、Ruby に向いてるんじゃないかなというふうに私たちは考えています。はい、で、こうやってですね、サポーティングツールの、充実によって Ruby の生産性が上がる。それから Ruby の性能が向上することによって Ruby の魅力が上がる。
っていうことをですね、Ruby3.0 以降を目指していきたいというふうに考えています。はい。あとですね、まあ時間あんまりないんですけど、一つだけアイデアがあってですね、まあ、初公表みたいな感じですけども、で、Ruby のサブセットみたいな感じですけれども、Ruby のサブセットでよりその文法的に小さくてですね、それからこうより厳密っていうんですかね。で、まあ、チェックしやすくて、で、オプティマイズしやすいタイプのサブセットを用意して、で、そのサブセットの中で実行している間は高速みたいなことができるんじゃないかなというふうに思うんですよ。で、まあ、Ruby のね、フル機能を使ったプログラムは動かなくなるわけではなくて、今まで通りに動くんですけど、で、サブセットで動かしている範囲内だと、よりチェックしやすく、より厳密なチェックができた上により高速になるんじゃないか。そういうふうなアイデアについて、まだちょっと妄想のレベルなんですけども、で、こう考えています。ので、まずそのこう言語をどのぐらい小さくしてどのぐらいこう高速化できるのかみたいな見積もりから始めないといけないので、これもやっぱりですね、何年もかかるプロジェクトだとは思うんですが、まあ、そういうその、まあ、クレイジーアイディアをですね、まあ、持っています。で、今後ですね、ちょっと検討していきたいなというふうに考えています。はい。まあ、だから、これについてはですね、まあ、maybe it's just an idea というですね。まあ、いずれにしてもですね、まあ、我々は前に進み続けます。で、それはですね、より良い世界を作るためで、より良い Ruby を作るためですね。で、しかしですね、こうは私、言語デザイナーとして私が何をやってもですね、あるいはその、まあ、コアコミッターたちがですね、どんなに素晴らしい Ruby を作ってもですね、皆さんが Ruby を使ってくださらなければ、良い世界は来ないんですね。で、皆さんも一緒にですね、より良い Ruby、より良い Ruby を使ったより良い世界をですね、作るのを一緒に頑張りたいなというふうに思います。はい、今日はどうもありがとうございました。Ruby 会議2020テイクアウトということで、新しい未来についてですね、Ruby の未来についてですね、お話ししました。それではまたどこかで、今度はですね、オンラインではなくて直接お会いできるといいなというふうに考えています。今日はどうもありがとうございました。